おはようございます。おはようございます。今日はまあいろいろと話すことがはい。ありますね。今後の挑戦について、今後の挑戦だね。先日アワーズの卒業のね、インスタグラムと YouTube ではい。発表されて、もう本当にね、皆さんからいろいろ温かいお言葉をいただき、本当に感謝ですね。見てる側としてはちょっとこう複雑なうんうん。気持ちもありつつ、うん同時にちょっとこうしてチャンネルを少しでもサポートさせていただいてる身として、ここからクロードがね、どういう挑戦をしていくのか、気になってる方も多いと思うので、そうだよね。その辺のお話をはい。していただける機会にできればなと。3月21かな、このチャンネルで1日密着の動画も配信されて、それ見ていただいた方もいると思うけど、今どういう日々を過ごしてるかこうざっくりと確かにあの動画でね。拝見できたと思うんだけど、今日はちょっと改めてこの先の未来とか挑戦についてちょっといろいろとそうですね。深掘りしていける機会にできればと思ってます。今はね、そう代官山に来てて、このログロードがあって、ドーナツ屋さんとか、カフェとか、クラフトビールの店とかが結構何店舗か入ってて、一番ログロードの奥に、そのちょこちょこ行く、結構開放的なカフェがあるんで、そこでちょっと、コーヒーでも飲みながら、今後の展開について皆さんと共有できたらなと思ってます。はい。コーヒーを買いまして、ちょっと冒頭にもあったけど、アワーズの卒業もあって、ここ最近ねかなりいろんなことがこうそうだね、もう目まぐるしく動いてたと思うんだけど、一気に、ちょっと改めて心境で言うと今どんな感じ？いや、心境で言うとやっぱり一区切りっていうのはやっぱりあるね。3人で6年間いろいろとできたことっていうのはすごい貴重なことだし、なかなかたくさんの人が経験できることじゃないから、すごいもうね財産だと思ってて、ここからはまた形を変えて、発信とか、自分の仕事をより高みを目指すためにっていうところで進んでいくんだけど、心境としては今もうめちゃくちゃエネルギッシュというか、ハッピーではある。一区切りって言葉もあったけど、俺も会社やっててさ、思うのは何かを始める時はもちろんだけど、何か手放す時ってさ、実は結構エネルギーがいるというか、始める時ってこう希望もあって勢いもあるけどさ、終わる時って関わってきた人たちとか、自分の中の思い入れとかをこう受け止めた上で決めていかないといけないから、体力がいると思うし、外とかこう映像で見るよりクロード自身もっと実際重かったそうだね、と思うんだけど、逆に言うとそういう決断をできたし、次の景色を見るために自分の意思で次の世界にこう進むんだから、次のこれからの挑戦にも深みが出るだろうし、いい助走を切れたのかなって俺も思ってるね。次は体とか、面持ちの部分になってくると思うんだけど、前回ね1月に挑戦した海外のコレクションが2ヶ月ぐらい今経ってるかな。経ったね。今エチュードのキャスティングに向かってます。どう？やっぱ緊張するもんだね。頑張って。ディオール、ルイ・ヴィトン、やっぱ誰しもがモデルだったら歩いてみたいと思うブランドだよね。そうだね。6月にまた海外のコレクションが始まると思うんだけど、今どういうモードというか、前回行けなかったミラノとかも含めてその辺の挑戦についても聞けたらなと。とりあえずその、スケジュールとしては6月にはまた海外に行きます。で前回はパリだけだったんだけど、本来はロンドン、ミラノと回る予定ではあって、急遽スケジュールの変更がと事務所の意向の話もあって、ちょっとパリのみっていう形になったけど、次のシーズンはミラノもちゃんと回れるようにマネージャーさんと話はしていて、6月の1週目終わり2週目ぐらいからヨーロッパの方にまた戻ります。もうあと2ヶ月ちょっと3ヶ月出るぐらいかな、だからちょっとずつ準備段階には入っていて、週67ぐらいは有酸素とジムでウエイトトレーニングをしながら、こうバルクアップっていう方向じゃなく、どんどん絞ってすっきりしたように見えるようにっていう調整を今ずっとしている。前回だと
5年ぶり5年ぶり6年ぶりぐらいだな、に改めて挑戦したっていうことで、こう自分のね中の感覚だけじゃなくてこう世界の流れも変わってて、見られ方も変わってて、30歳っていうところでその辺も確実にアップデートされてると思うしね、若手のモデルも世界各国からどんどん出てきて、体を作るとか、見せ方を磨くっていう表面的な部分もそうだけど、まあ、生活そのものとかを整えていくっても含めて全部準備なんだろうなって本当そうだね。だからなんか本当にまあ仕事に今打ち込めてるし、まあ体作りもできてるし、健康的になんか日々を過ごせてるから、それは本当に今充実してると言えるっていうか、見えない準備ってこう派手じゃないけど、実は挑戦の一番大事な土台、そうだね、だったりすると思うね。向こう行ってできることはないからさ、もう向こう行くまでが俺の準備だし、そっから先はもうね、オーディションの立ち振る舞いはもう今まで培ってきたものをやっぱ出すしかないから、まあフレッシュではないからこそのなんか逆にその安定感とか、まあなんかそういう雰囲気でキャスティングの人とかを魅了できるようになれたらいいなと思ってて、今後まあ髪型とかもアップデートするし、まあもうちょっとそこに特化した形で再挑戦できたらな。自信がある？どう？その揺れたりもする？いや、自信ある。いいね。でも前回の結果を踏まえなんで自信あるんだろうみたいな感じでもあるけどでもまあなんていうのかな、まああれもともと1回で終わりにする予定じゃなかったし、あれで歩けたら終わりみたいなことでもなかったから、その中長期的にやっぱ見てるし、ここにもう一回戻ってくるっていうことがある種勇気のいる行動でもあったから、まあなんか自分を信じて進んでいこうかなと思ってて、だからそうだね、自信は今結構ある。いいね、その辺のパリに行くまでの日々もちょっとこう全てのリアルをね、結果ももちろんだけど、家庭としてお届けできたらいいなと俺は思ってます。お願いします。お願いします。卒業の動画でもう少し俺ちょっと拝見したけど、今後はモデル事務所もね、立ち上げてそうなんです動いていくっていうことで、もしかしたらこの動画が上がる頃には以前入っていた、今日の時点で入ってるんだけど、まあ12年間モデルさせてもらったビーナチュラルのところを卒業させていただいて、4月から新しくエージェンシーを立ち上げるっていうことで、そこの準備が今結構バタバタとやっておりますね。結構長いこと準備してるから、ぶっちゃけパリ行く全然前にもうそっちの話は上がってて準備してたから、4月からいろいろ動けたらなっていうところでね。12年間ってすごいね。すごいよね。マジで俺を作った事務所だからさ、もう本当にいい関係性だし、本当に大好き。もうマネージャーさんもずっと変わらずだし、社長も変わらず、本当にアットホームなところで、もうね、東京のナンバーワンだね。俺はそこが一番好き。素晴らしい。本当にすごく有名な俳優さんもとかも輩出されてる事務所さんということで、オーディション開催するっていうのもなんか伺ったりもして、ちょっとこう反響もあって、なんかモデル事務所の件を話した時に DM ももう何件か来てるって伺ったけど、モデルエージェンシーを立ち上げるっていうところで、そういう話をちょろっと動画にしたら、俺の個人の、インスタの方にバーッと DM が来て、すごい熱量のある、もうこんな文章をさ、送ってきてくれる、いろんなその各地の方々がいて、改めて募集の内容は今後 YouTube を通して発信していくんだけど、決定事項としてはオーディションをやります。でそのオーディションも全て YouTube に流れます。なのでそのオーディションに参加する人は僕らのコンテンツに出演が OK な方のみにはなってくるんだけど、僕らと一緒に高みを目指してくれる同志を募ります。僕らができることはその彼らの挑戦の後押しをしていきたいなと思ってて、僕とヒロが思う最高なモデル事務所を立ち上げます。またね、インスタとか、あとオーディションの告知内容みたいなのもね、動画にできたら、ね、今回やろうとしてるオーディションはさっきもあったけど、どういう人に来てほしいとかはある？まず前提としてはメンズの事務所になるので、メンズオンリーなんですけど、経験者未経験者問わずモデルになりたかったり、自分の挑戦したいビジョンがある人、モデルを通じて何かになりたい人だったり、世界の景色を見てみたい人っていう挑戦を後押しする人たちでありたいなと思ってて、俺とヒロも挑戦し続ける側としてすごい今までになかったエージェンシーだなと思ってて、モデル事務所のオーナーが現役でパリに行ってるっていうのは、多分だけど世界に
多分俺らぐらいしかいないと思うんで。いやないかもねそれは。そうなんかどうしても裏方に回るっていう、それが悪いことじゃないんだけど、裏方に回ることがやっぱ常だったし、でも俺はそういうのプレイヤーとして居続ける意味としては、その感覚をずっと同じでいたいというか、ちょっとずつやっぱ年齢が離れていくとジェネレーションギャップが生まれてくると思うけど、その差を少しでも減らしてって、モデルの苦しいポイントだったりとかサポートしてもらいたい内容を僕らの方で全力でやれるようにっていうところが俺らの事務所のストロングポイントかなっていう。自分の挑戦を止めずに、同時に誰かの挑戦のきっかけになるっていうのが、言葉にすると綺麗だけど、実際にやるとすごく難しい、結果を出さなきゃいけないっていうプレッシャーもクロード自身がある中で、次の人の入り口をこう作る側に回ろうとしてて、その動き方ってできたらすごくね、意味があると思うし、自分のためだけに走る挑戦ももちろん尊いと思うけど、それだけでも十分に価値があるし、その先に行って自分が走る姿そのものが、こう誰かの背中を押す力になるなら、すごく価値があることだと思うので、その辺もちょっと頑張っていきましょう。そうだね。だから本当に所属してくれるモデルの挑戦がパリとかヨーロッパのコレクションなんだったら、俺らと一緒に行って、同じ宿で切磋琢磨しながら、まあ時に厳しく、時に優しくっていう感じでいけたらいいねっていう話はしてるよね。クロードはずっと優しいだろうけどね。いやまあ厳しい担当で俺が厳しい担当なんだまあそういうねバランスも大事だからね。いや楽しみです、この挑戦は。ただ事務所やりたいとか肩書き増やしてみたいな、そういう話じゃ全然なくて、モデルって本当に魅力のある仕事で、一方でこう個人の才能とか、熱量に任せすぎてしまう部分もすごく多いのかなと思ってて、頑張ってるのに届かないとか、魅力があるのに見つけてもらえないとか、挑戦したいのにそもそも入り口がないとか、多分これって業界、このモデル業界に限らずいろんな場所で起きてると思うから、そういう仕組みを届けれる環境をやっと作れた形になるものだと思うから、だからまずはなんかその形をちゃんとできるまではだし、俺たちのちゃんと目が届く範囲っていうのが絶対条件だから、少数精鋭のエージェンシーでいきます。もうここは絶対条件、こう何年間かやってって在籍が増えてったら結局は大人数になってくる可能性はあるけど、最初はね俺らの目が届く範囲のみ。オーディションも企画も発信もただこう人を集めるものじゃなくて、クロードが挑戦を続けながら、まだ見つかってない可能性にちゃんと光を当てるための手段になればいいなと思ってます。本当だね、うまいね。ありがとうございますこれまで、モデルもそうだし、あとファッションとかもね、出会ってから視野が広がって、人生の選択肢も増えたと思うし、その辺のファッションのこう発信についても伺っていきたいんだけど、1日密着の動画でもあったけど GH バスさんとのコラボが控えてて、ずっと温めてたコラボのアイテムが届きまして、 GH バスとのコラボのシューズが、これはインラインでもどこにでも存在してなくて世界で初のアイテムです。 GH バスとラビリンスが並んでるのやばいよね。ラビリンスについてはどういう動きをしていきたいと思ってる？ラビリンスは本当に自分がいいと思うものを全てその体現できるブランドにしていきたいし、通常ラインの方ではオリジナルパターンで服は作っているんだけど、GH バスとのコラボを皮切りに自分が好きなブランドさんといろいろそういった方向でも携われたらいいなっていう、モデルでいろんなねそのブランドさんとは携わるけど、またアパレルっていう観点でいろいろと携われても面白いかなと思ってて、自分が好きな服をただ純粋に追い求めるだけですね。今後は月1ローンチを目指しながらいろいろちょこちょこ大小コラボの大きさはあるけど、そういうのも控えながら、とりあえずは10月ぐらいまでのねアイテム今バーッと一旦作ってて、GH バスさんとのコラボでポップアップを開催するので、それが夏だね、夏9月10月ぐらいに開催するんで、今そのイベントの中身をちょっと詰めてるような段階ですね。ポップアップも各地でやるということで、なんか画面越しで届くものもあるけどね、実際に会ってこう同じ空間にいて、直接話して、その場の空気を共有するみたいな熱量もね、実際体感していただければなと思ってるので、そうだね。なんか俺もこの YouTube を通じて、見てくださってる方、応援してくださってる方と直接会える機会って日常ではあんまりないからさ、そういう機会を設けて皆さんと会えるっていうことも
俺にとってもすごいプラスだし、まあ自分が作ったものをみんながこう喜んで手に取ってくれるっていうこともすごいプラスだから、ちょっとどこのエリアになるかはまあそのいい会場が見つかるかどうかとかもあるけど、まあ一応東京以外でもね考えてるから、ちょっと来てほしいよみたいなところがあれば、一応なんかね、そう名古屋とかさ、大阪とかは候補にはなってきてるけど、まあ他になんかあればぜひコメントとかでも教えてください。そのどの都市でやってほしいとかね、ぜひどこなら行きたいとかね、コメントいただければ。俺らも行きたいところもあるしね。そうだね、確かにここ行きたいなみたいな。ファッションっていうものもすごくこう人生の選択肢が増えたものだと思うんだけど、まあ、ブランドとしてこう恩返ししたいみたいな感覚もあると思うし、なんかそのファッションでこう出会ったものとかその感じたものってこっから YouTube でどういう発信をしたいとかはある？でもやっぱりアワーズでいろいろな形でねファッションを軸にやらせてもらって、この YouTube の方ではちょっとやっぱパリの印象が強かったと思うし、コメントとかですごいアワーズでやった企画もやってくださいとか、まあ1週間コーデとか見たいですみたいな声もすごい多かったから、改めてそういうファッションのコンテンツもその東京にいる間とか、まあパリでもちょっとシーズンオフになったタイミングとかでいろいろなんか各地のいいショップとか、自分の今シーズン買ったものとか、そういったものをシェアできるコンテンツは取っていこうかなと思ってるんで、まあ取り急ぎやるとしたら、まあ1週間コーデとかカバンの中身とかをやろうかなと思ってます。なのでこういうちょっとドキュメンタリーチックな軸もありながら、そういうファッション軸のコンテンツも広げていくというような感じかな。やっぱパリで撮ってた時もさ、コートとかサングラスとかコメントも多かったし、なんか旅してる時とかカバンの中身とか、そういったコンテンツもなんか俺も見たいなみたいな、なんかこの服どこのなのって俺よく聞いたりするし、視聴者さんも気になってると思うから、その辺のコンテンツもぜひ見たいと思ってます。あとは密着でももう一個あったのが、キャンドルもう今作ってて、どんなブランドにしていきたいとか、そういうのは何かあるの？テイクミホームは俺らはポッドキャストを始めてからアイディア着想を得てるけど、やっぱこの家にいる時間をよりこういいものにしていきたいなっていうので、まあ俺は日常的にキャンドルを焚くし、まあ、お風呂でキャンドルを焚きながら読書したりするっていう時間が自分のいいリラクゼーションの時間になったりするから、なんかそれを本当に自分の好みのものを探すんじゃなくて、もう好みのものを作った方が早いと思って、今そのプロジェクト進んでて、4月末とかにはいろいろと形になってくるかな。だからそのテイクミーの方はホームインテリアですね。今後はカトラリーなんかも食器類だったり、まあいろいろなものを今制作中なので、ね、クロード自身もイタリアンのお店とか回るの好きだし、そういったところから着想したりっていうのもあるしね、自分たちが見て世界各国で見て良かったものをオリジナルで作ってみようっていう感じかな。だからそれはラビリンスとはまた別のやつになってくるけど、多分ポップアップの時にはお店できそうだよね、テイクミーも。お店？いやショップじゃなくて。気が早いですね。いや違う見せれるかなみたいな。お店ね。そう展示とかできるかなと思って。できると思います。多分大きなイベントとか、特別な日を飾るものも素敵だと思うんだけど、年を重ねていくにつれて、何気ない日常を少し良くしてくれるものって、実はなんか自分のこう記憶に一番長く残ってて、テイクミーホームもそういう静かな豊かさみたいなのを届けれるブランドになってほしいなっていうのを見てて俺も思いました。いい名前だね、本当に。いい名前。なんかこのオブジェクトをこうなんかやっぱ家に持って帰ってほしいし、ちょっと私を連れてってよみたいな、そういう茶目っ気もブランドのねネーミングには入ってるから、もうすごいいいネーミングセンスで。ありがとうございます。第一陣のキャンドルもね、めちゃくちゃいい香り。もうすごいよね。俺らもう容器からさオリジナル作ってるもんね。もう 3D でさ、どこまで言っていいのか分かんないけどモルタルで流し込んで、でちょっと削ってとかもあれ楽しみやっちゃってるよね。見たことないもん。棚もね、そうだ、もう見てる人は何の話か分かんないと思うけどそうだね、この話が2ヶ月後1ヶ月後とかにこういうこと話したよねってことが分かってくるんで、またちゃんとお披露目できたらいいですね。キャンドル作りたいってなったのもカラーズポッドキャストで置いて F 分の1
でこう気持ちが揺らいで話しやすくなるんじゃないかみたいなところでキャンドル作ろうってなったし、カラーズポッドキャストはどんなゲストを呼んで、これからねさらにどんな発信にしていきたいみたいなのはちょっと改めて呼びたい人で言うと、名指しにするのはちょっとあれかもしれないけど、やっぱり各界で異彩を放ってる方だったりトップ走ってる方とか、そういう人をジャンル分けずに逆に知りたいな、俺自身も知りたいし、プライベートで会う人でもあえてそういうオンなフィールドで話すことによって多分また別の見え方があるし、俺も刺激受けるだろうから、ファッションデザイナーの方とか、スタイリストさんだったり経済界の人だったり俳優さんだったり、ラッパーだったり、とかっていう方々と人とか会によってその色は全然違うとは思うんだけど、逆に言うとそれがカラーズの良さだと思うし、和気あいあいの時もあればシリアスなテンションもあってみたいな、そういう感じでいろんな話をなんか聞ける場になったらいいなみたいな、で俺らが普段聞いてる話を皆さんにも聞いてもらえたらなっていうのが、カラーズポッドキャストの醍醐味だよねっていう。もしかしたらこう聞いてる方たちの興味あるカテゴリーじゃない人たちももしね出てくる可能性もあるだろうけど、なんかこう結果の出し方とかが違っても、そういう思考って結構判断の基準とか似てる部分がやっぱどの業界にもあると思うから、それぞれこう見てる人たちと、あと自分たちの挑戦のこう養分になればいいなって、ただコンテンツを増やすだけじゃなくて、視野を広げるためにそういった姿勢とかをちゃんと見せれるコンテンツにしていけたらいいよね。いろいろとこうやること盛りだくさんだね、ここまでこう聞いてると。であと多分 2,3 件ぐらいビッグニュースが今年中には多分多分なるかなというところで、楽しみですね。もう今もうやばい、もういろんなこう変化が、こう今年入ってから、去年終わりぐらいからここ数ヶ月の間でいろんな変化といろんな挑戦といろんなねこうターニングポイントに今なってるから、俺はこの変化を楽しみながら変わっていく自分をまたこういう配信を通して見せていけたらいいなと思うし、俺もなんか何年か後になんかこれを見返した時に、この時こう大変だったなみたいな、っていうなんか俺の記録にもなっててほしいなと思って、なかなかね自分を運営取ることってなかなかないじゃん。自分を記録するっていう、そういう思い出作りでもある。でも今日の話聞いてて、クロードの挑戦ってこう自分一人のためじゃないっていうか、なんかこう受け取ってきたものを次の人とか周りとか支えてくれる人たちにこう形にして返していこうっていうのもなんかすごく自分の中では感じてるから、自己表現だけじゃこう止まらずに、いろんな人たちにこう刺激を与えつつ巻き込んで挑戦していければいいなって俺は思ってるので、今後の活動もぜひ楽しみにしてくださいということで。本当そうですね、もう本当にねこうどうしちゃったのぐらい頑張るから、もう本当にねやる気というかもう狂気でいきます今年は。じゃあ今日は今後の挑戦、そうだね俺の方からはあんまり発信できてなかったから、俺は今こういうことを考えてて、今年はこういう喋ったような動きをしていってみんなをこう楽しませれるように、自分たち自体が一番楽しめるような時間にしていこうと思ってるので、もしよかったら応援してくれたら嬉しいです。追ってまたねオーディションとかの件はまた後日やるんで、あんまり DM とかはそうだね今はまた送っておいてください気持ちはフライングっていうかね、気持ちがある人たちがさバッと送ってくれるのはありがたいんだけど、今の期間まで見ちゃうと結構大変なんで、来たるべきタイミングでしっかり募集するんで、それはその時またやれたらなと思ってます。なので今日は一日ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。